今日はダンスを目的としない EDM、エレクトロニカのスタイルを解説するよ。今回はエレクトロとエレクトロニカ、両方をテーマにするつもりだったけど、思ったより話す内容が多かったから、エレクトロニカ単独で1本の動画にしたよ。EDM、エレクトロニックダンスミュージックは、過去に何回も動画で紹介してきたね。電子的な音を使うダンスミュージック。この音楽を総称して EDM と呼ぶよ。一方でエレクトロニックリスニングミュージック、EDM と似た名前の別のグループもあるよ。これはダンスではなくリスニング、聞くことを目的とした電子音楽になる。このダンスではない EDM のことを一般的にエレクトロニカと呼ぶよ。要するに踊る電子音楽なら EDM、 踊らないならエレクトロニカってこと。ただこの線引きはかなり曖昧だし、人によって使い方がかなり異なる。私は他の動画ではエレクトロニカも EDM 系として紹介しているし、逆にダンス要素の強い EDM もまとめてエレクトロニカと呼ぶ人もいるね。まあ言葉の定義の話はややこしいから、この程度の説明にとどめておくよ。ではエレクトロニカとはどんな音楽か、具体的に紹介していくことにしようか。ダンスを目的としない電子音楽といってもいろいろな音楽があるよ。まずはドラム、リズム要素が弱くてダンスには向いていない音楽がある。過去に紹介したアンビエント系の音楽がこの系統の音楽にあたるね。次にドラムはある程度強いけどスローでダンス向きではない音楽。ダウンテンポはこの系統の代表的な音楽と言えるかな。ヒップホップの影響を受けていてリズムはかなりしっかりしている。ただテンポが遅くダンス向きではない。スノでもだいたい 100bpm 以下になるね。ダウンテンポはテンポを下げるときに一般的に使われる表現でもあるけど、音楽ジャンル名でもあるからスノのプロンプトでは使いにくい。テンポを下げるならスローがいいとはるか昔に動画で解説したね。チルウェーブはダウンテンポとドリームポップの影響を受けた音楽。ドリームポップのような明るい雰囲気と強いエフェクトが特徴の音楽かな。エレクトロニカは説明した通り踊らない EDM の総称なんだけど、スノではダウンテンポ系に近い音楽が生成されることが多いよ。ただ 120bpm くらいのテンポになる。ダウンテンポよりは速いテンポだね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。動かない
ダウンテンポ系のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ダウンテンポ系はリズムは明確だし、テンポも極端に遅くはないから、他のエレクトロニカの曲よりは EDM に近い性質があると言えるかな。動画の後半ではこれ以外のエレクトロニカを紹介していくよ。インディートロニカは EDM の影響を受けてインディーロックから派生した音楽。ロックなのでリズムも分かりやすく、テンポもスローテンポではないよ。ただそもそもロック系の音楽なのでダンス目的ではないとされるわけだね。 IDM は不規則なリズムが特徴の音楽。リズムが取りにくくダンス向きではない。過去に IDM をインテリジェントテクノの表記で紹介したことがあったんだけど、 V5.5 だとインテリジェントテクノの効果が残念ながら消えてしまった。逆に IDM が良い効果になったので改めて IDM 表記の効果を紹介するね。グリッチホップは意図的に壊した音を使って作られる実験的な音楽。グリッチという音楽ジャンルがあって、グリッチホップはその派生なんだけど、スノではグリッチとだけ入れてもグリッチホップに近い曲になっちゃうね。グリッチホップは名前の通りヒップホップから派生した音楽。ヒップホップの曲調やリズムの中で特殊な歪んだ音が使われる感じかな。それとダブステップの影響も強くて、曲調や音色はダブステップにも近いね。ただもともとは IDM と近い音楽だったので IDM 由来でリズムは複雑になりやすいよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。いろいろなエレクトロニカのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。エレクトロニカにはいろいろな曲がある。でも共通する特徴はいくつかあるよ。まずバスドラムが均等になるようなシンプルなリズムにはならない。複雑さはジャンルによって変わるけど EDM 系ほど単純なリズムにはならないよ。もう一つは派手な音や展開は少なく落ち着いた雰囲気を持つことが多い。逆に言うとこういう特徴を持つ音楽を EDM ではなくエレクトロニカと呼ぶんだね。動画の最初でもちょっと触れたけどエレクトロはまた違う音楽になるよ。エレクトロに関連する音楽ジャンルはまた別の動画で解説することにするね。それじゃまたね。